これ止めてるバンドが回転方向によって止める方向が違ったりするんで、これは覚えておいてください。クリップが出てきます。これを外すと、この部品が取れる感じですね。アイマーク関係なく組み込んでしまって、慌ててもう一度アイマークに戻すとか、小さなね、トラブルありましたが、なんとなく組み付けることができました。ただ、一つちょっと失敗だったかなと思うのが、はいどうも、黒ガレージです。今回の動画はですね、宝物の1台であるこちらのサンバーちゃん。以前の動画でドライブシャフトのブーツが裂けているのを皆様もご覧になったと思います。まずは不具合箇所を補修してからということで、こちら。ドライブシャフトのブーツを購入してまいりました。本当はドライブシャフトを外したり分解清掃しなくても大丈夫な合わせタイプのブーツ、これがないかなというふうに思っていたんですが、どうやらサンバーちゃんのリアのインナー側、避けていた部分のブーツですね、部品屋さんに行ったら合わせタイプのブーツが存在しないよということを言われてしまったので、部品屋さんに来た手前の勢いでインナー側とアウター側、ドライブシャフトを取り外して、どちらか片方を分解洗浄してどちらも交換する作業をする流れになりました。僕はですね、20年ほど前に専門学校で2級の整備士の資格を取得した過去は持っているんですが、その後メカニックとして実際に働くことはなく、持っている2級の資格も完全ペーパー免許状態、そんな状態なので、結果がどうなってしまうか現時点で僕自身も全く見えておりませんが、このチャンネルの趣旨であるとりあえず何でもやってみる、自分の人生自身を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャーチャンネルを運営していこうと言ってる僕はですね、自分で挑戦していかなければこのチャンネルを運営していく意義は何だみたいなことの自問自答のループにはまってしまいそうだったので、ドライブシャフトのブーツ交換やっていきます。ちなみに買ってきた部品はこちら、車検証を持ってね、部品屋さんに行き、アウター側インナー側ということで適合する部品を注文しました。あとはグリスですね。どうなるかわからないけど、とりあえずやってみます。はい、ということで、まずはじめに前輪タイヤに輪止めをしてサンバーちゃんのリアを上げました。はい、ということでサンバージャッキアップ完了しました。リアを上げる際のジャッキアップポイントはこのね、こう通ってる丸いパイプ、このパイプ部分にジャッキをかけて、リアタイヤの前のこの部分ですね、フレームの足回りの部品が来てる根元部分、ここに馬をかけてジャッキアップすればいいよっていう風に近所のサンバーマニアに教えてもらいました。こうやって馬ですね、リジットラックっていうんですかね、馬をかけた場合はしっかりと足の全てが地面に設置した上で、サンバーちゃんの荷重をここでしっかりと支えられているかの確認をします。反対側もズレがないか、荷重がかかっているかの確認をしてください。この後ね、サンバーちゃんの下に潜り込んでいろんな作業をしていくことになるので、馬が外れてしまって下敷きになってしまうことがないように、ここはしっかりと確認するようにしましょう。今回はですね、左リアのドライブシャフトのブーツ分解清掃、ブーツ交換っていう作業になりますので、1本だけ作業します。なのでこちら左側のリアタイヤを外してですね、ドライブシャフトを安心して外せる環境まで作っていこうと思います。はい、ということで、おそらくここにあるこのドライブシャフト、最後刺さってるのがここですね。ロックナットになってるので、このロックナットを外して刺さっているシャフトを抜くんだと思うんですが、いろんな方のね、解説や動画なんか見てるとね、まずね、インナー側から取り外してます。なので、どうやらこの先のスプライン、これがなかなか抜けなかったりする車両も多いそうなので、先にラスペネなどのね、浸透性の高い潤滑剤なんかを染み込ませておいて、それからインナー側のシャフトの取り外ししていこうと思います。これね、今ビニールテープぐるぐる巻きになってると思いますけど、これ以上ね、中に汚れが入ってしまったり、グリスが飛び散ってしまうことがないように、とりあえずでビニールテープ巻いときました。はい。それも1日2日の状態だったんですが、ここですね、ここをこじって、インナー側のドラシャを外すってことをしなきゃいけない。普通のハンマーで衝撃与えていこう。全然力が入れられない。もう画角映るかわかんないけど、今外れかけてる。やったー、外れたー。画角映ってる、わかんないけど。じゃあ次。そもそもここに合うソケットを持っていないっていうね。はい。僕の手持ちで持ってるソケットが最大27。どうしよう。はい、ということで、ハブボルトを外すソケットが僕が手持ちになかったということで、サンバーマニア君のところに道具を借りに来ました。僕がサンバーマニアと呼ぶのは、こういった状況があるからです。あ、
ドラ車発見。僕が今やろうとしてることです。もうやってる。はい。見えている赤ヘッドやらということで、サンバーマニア君は、サンバーマニアたるゆえん。外出中だから道具を探していいよっていう風に言ってもらえたんで、倉庫にお邪魔しました。工具借りられました。おそらく32なんですが、合わせて30のソケットもね、一緒に借りちゃいました。これでアウター側のハブボルト外せると思います。32ミリ。ぴったりですね。サイドブレーキもかけたので、これで緩められると思います。さあ、外れるか。どうやって抜くか。よっしゃ、抜けた。無事にドライブシャフトが取り外せました。思ったよりね、大変だなとは思いましたが、プロの整備士さんからすれば比較的イージーに外れてんじゃねえかよみたいな、そんな感じになるんじゃないかな。わかんないけどね。ということで、ブーツ交換やっと作業に入れます。はい、ということで、取り外せたドライブシャフトを、こちらのサンバーちゃんの荷台の上で作業していこうと思います。かなりグリスが出る作業ではありますが、まずね、シャフトがついた状態で、外側の汚れをきれいにしてから、ブーツの交換作業をしていこうと思います。ということで、実際にこっちブーツ破けちゃってる方のインナー側ね、これをバラして、ドライブシャフトの中の部分までバラして、アウター側のブーツも交換する形を取ろうと思います。ここを止めてるこの2つのバンド、ここがね、どういう風に止まってたかっていうのをちゃんと覚えておいてください。手持ちにスマホがないんですけど、不安な方はついていた方向を映像になり写真に残しておくと組むときにいいと思います。これ止めてるバンドが回転方向によって止める方向が違ったりするんで、これは覚えておいてください。じゃあまずこれ外していっちゃいましょうか。よいしょ。まずは大まかにグリスを取りますと。まずはじめにここにリングがいるんで、リングを外します。専用の工具持ってなかったりするんで、ラジオ検知で頑張ります。あ、外れた。リングが外れると、おそらくこれが外れると。外れると中のボールが取れるので、ボールを入れる皿、アイマークを作っておこう。同じ場所で組めるように、アイマーク、どっかの動画で見たらそれ書いてありました。アイマークをつけましょうと。次、ここも外さなきゃいけない部分があるんで、ここも綺麗にします。1、2、3、4、5、6。よし。そうすると出てくるのが、こちら側にもこんな感じでクリップが出てきます。これを外すと、この部品が取れる感じですね。よし。しゃあ、外れたぜー。やっと外れたー。そうすると、これが抜けるはずなんだが、外れましたね。これで初めてシャフトだけになるので、こうやってブーツが取り外していけると。よいしょ。いう感じですね。ということで一旦各部品全部きれいにします。そしたら、こちら側のね、ドライブシャフトのジョイント部分分解しましたけど、このインナー側はね、少なくともブーツが裂けてしまっている状態なので、走行中にね、巻き上げた砂ぼこりなんかが、こういったジョイントの機構の内部にまで入り込んでる可能性があると思うので、念入りにきれいにしておきます。逆にね、アウター側に関しては、ベルトは破けてしまっている状態がないので、ジョイント機構を分解することなく、
グリスアップのみで組み付けて大丈夫だと思います。ということで、ドライブシャフトのボールジョイントですかね。そのボールが当たってた部分の面が、こういった形で色が変わってるのがわかるかと思います。色が変わった状態が適正なのか異常なのかっていうのが僕には判明しないので、もしわかる方がいたらコメント欄で教えてください。バラす前は特にイオンとかもなかったので、今回はこれをこのまま再使用して組み付けてしまおうと思います。はい、ということで、外したものを分解清掃完了しました。こんな感じですね。今度はね、アウター側のバンドを外して、ブーツを外して、分解せず、清掃をして、グリスアップして、ブーツをつける流れになるかと思います。なので、作業的には分解までしたインナー側の映像とほぼ変わりませんので、映像だけでご紹介して終わりにできればと思いますので、どんどん作業していっちゃいます。はい、ということで、今ね、アウター側のドライブシャフトのボールジョイント外して分かったんですが、アウター側のボールジョイントは、このように、ジョイントとして動くだけで、インナー側のボールジョイントのように、ドライブシャフトの長さが変化するのを手助けするような、こういう動き、長さが変化するような動きをするようには作られてないんですね。なので、サンバーのリア側、フロント側もそうかもしれないですけど、長さが変化するような機構がついているブーツの方が、まあ破けやすかったり避けやすかったりするんだろうなっていうのをね、今見てて感じたんでね、喋ってみることにしました。自分で作業したりすると、いろんなことに気づけたりしますね。いや、めちゃめちゃやってて楽しいです。はい、ということでどんどん作業を進めていきます。ということで、おおむね清掃終わったんで、ブーツのアウター側の部品を準備しつつ、買ってきたグリスでね、しっかりとグリスアップして、まずはアウター側のブーツをはめてしまおうと思います。しっかり奥の方まで、グリスが行き渡るように、このように隙間からギュニュッとグリスを圧入していってあげるイメージで充填していきます。なくなると怖いからこっち側にちょっと仕込んどこう。はい。こんなもんでいいんじゃないでしょうか。そしたらアウター側のブーツね、ちゃんと動くことを確認してブーツはめていきます。これは回転方向もクソもないな。よいしょ。よし。そしたらブーツのバンドをこっち側にこうつけてたんだから、よいしょ。これでぐっと引っ張って、ぐーっと引っ張って、で折り返すんだもんね。思いっきりギュッて引っ張んなきゃダメですね。不安だからちょっと調べる。ということで、バンドの締め方今勉強してきました。もっとしっかり締め込まなきゃいけないらしい。マイナスドライバーとフライヤーを使ってギュッとするらしいんで、それをやってみようと思います。この隙間を埋めちゃいかなかったんだよ。よいしょ。お、閉まってる閉まってる。ここで倒して切っちゃう。切るのはこんなもんか。よし。カットしてこの先を丸めてこの中に入れると。ということで、こんな感じで止めることができました。そしたらインナー側やっていっちゃおうと思います。お、ぶねえ、逆だ。三角で引っ張って。締め付けると。締め上げて曲げていくと。で、曲げた状態で、この長さのちょっと短いぐらい。この長さのね。よいしょ。
ったー。よいしょ。ということで、満足いく形ではありませんが、固定することができました。もう少し叩いて、綺麗に成形してから、インナー側取り付けていこうと思います。ということで、ここをすべて取り付けちゃうと、またブーツを刺すことができなくなっちゃうんで、先にブーツをとバンドを入れておいて、そこからインナー側のボールジョイントを接続していく感じですね。やっちまったー。はい、ということで、組み付けが終わりました。組み付けの映像がちょっと撮れてたか、撮れてなかったか、全くわからないんですが、最後の組み付けができましたみたいなトークをしていたら、映像が撮れてませんでした。他でもね、撮影してる映像があるんで、うまいことそこの映像と繋ぎ合わせて使えるようにはしようと思いますが、これ、組み付けるときにね、ここにあったアイマークをせっかく付けたのに、アイマーク関係なく組み込んでしまって、グリスもね、入れてしまった後なのに、慌ててもう一度アイマークに戻すとか、小さなね、トラブルありましたが、なんとなく組み付けることができました。ただ、一つちょっと失敗だったかなと思うのが、インナー側のボールジョイントの受け側、一番この奥側ですね。この奥側にグリスを充填する量が少なくて、外側にグリスを充填する量が多くなってしまったのかななんていうふうに思います。こんな感じで、はい。長さがね、変わる、動くボールジョイントだったりもするので、こちら側のグリスよりもこっち側が多くて、どうやら、ブーツの方にも結構グリスが出てきちゃってるのかななんていう感じがします。これがね、今後乗っていての、このドライブシャフトの不調の原因にならなければなというふうに思いますが、一応組み付けられたので、このまま取り付けていこうと思います。あとですね、こちら、バンド、すべて同じ方向で取り付けましたが、もしかしたら取り付ける方向逆だよということで、ご指摘があるかもしれません。そういったご指摘があった場合はね、ぜひコメント欄で教えてください。なんか、下手したら取り付ける方向逆だったんじゃないかななんていうふうに個人的に不安になっていたりします。わかる方、教えてください。ということで、ドライブシャフトを外した際に飛び散ってしまったグリス汚れやオイル汚れなどは拭き掃除しておきました。下回りの錆対策等に関しては別の機会で撮影できたらなというふうに思います。ということで、組み付けていきます。よいしょ。内側をはめちゃって外側にしようか。よし、はまったー。はい、ということで、内側ははまりましたー。ということで、ここね、186ニュートン、プラスマイナス20ということで、僕がサービスマニュアル見たわけではないですが、整備士の方がやってる動画でそのように言われていたので、それで取り付けようと思います。よいしょ。よし。一応ね、組み付けに使ったのは、東日のトルクレンチなんで、そこまで大きく精度が狂ってることはないと思います。締め付けたら、キャッスルナットというか、ロックナットを叩いて、本当はね、新品を使った方がいいんでしょうが、今手持ちがないので、再使用してしまいます。ご容赦ください。しっかりロックされたと思います。これで問題なくドライブシャフトが取り付けられたと思います。はい、ということで、サンバーちゃんをリジットラックから下ろしました。
はい、ということで組み付けが終わったのでテストドライブがてら近所のとある場所にやってきました。ここがですね段差になっているので、サンバーちゃんの左リアタイヤだけわざとこの段差になっているところに乗り上げるようにバックして、ドライブシャフトがね伸び縮みする環境を作り、外れることなく機能してくれるかちょっと確認してみようと思います。左リアタイヤをねわざと足を動かしてドライブシャフトが伸び縮みする環境を作ってみましたが、問題なく取り付いていて、ドライブシャフトの外れなどもなさそうですね。ブーツ周りも今触ってみたんですけれども、特にね何かグリスが漏れてきてしまってるっていう状態もなさそうなので、多少のグリスの充填の仕方間違いがあったとしてもドライブシャフトの機能としては問題ない機能の状態保ってるのかなというふうに思います。はい、ということでこんな感じでですね、僕の愛車の1台でもあるサンバーちゃんドラ車の交換の映像を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。とりあえずやってみようということでね作業をしてだいたい5時間ぐらいで終わりました。実はね整備の学校で実習で行った20年ぶり2回目の作業でした。できるか不安だったんですが、一応問題なく作業できたっぽいっていうところでね、問題がなく作業ができてよかったと思います。頑張って作業しましたんで、よかったら動画の評価なんかしていただきまして、チャンネル登録ですねしていただければと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。